西岡聖吾さん、当時13歳。爆心地からおよそ2キロ離れた千田町の広島県立広島工業学校で被爆。その日は病み上がりだったため、建物疎開の作業現場には行かず、学校に登校したところでした。爆風で2、30メートル飛ばされ、校舎の下敷きになり、手や顔に大きなやけどを負いました。建物疎開に出ていた同級生たちは全員死亡。戦後そのことを知り、大きなショックを受けました。核兵器をなくして平和な世界を作りたいと西岡さんは語ります。8月の6日ですが、7時半頃に警戒警報が解除になったので、私は家を出かけていきました。これがその学校の本館といいまして、下が事務所とか職員室になって、上が講堂なんですね。これからゆっくり坂道を降りて、この正門に入っていきました。入ってすぐ左に行ったところに、御神苑という天皇陛下の写真が祀ってあるところがありますが、それに帽子を脱いで再計量して、帽子をかぶろうとしたら、なんか B29 の爆音がする。警戒警報が解除になってるのにおかしいなと思ってかぶって、ひょっと見たら、この建物とこの木の間に白いパラシュートがゆっくり降りてたわけですね。変だなと。前の日にもあったんですが、宣伝ビラを当時よく落とされたので、また宣伝ビラを落としてるんだなと、そういうふうに感じて、帽子をかぶってこの建物の左を曲がろうとしたところで、ピカッと光りました。光の色が今考えて白だったのか黄色だったのか青だったのか、なんかそんなですが、非常に光が強くて、普通は光と影があって立体的に物は風景も建物も見えるんですが、あんまり強烈な光でもってこれが全て真っ白に平面に見えるわけですね。なんか異常な世界へ飛び込んだような感じだったです。でその光った瞬間、もう暑くて暑くて、思わず大きな声で「暑い暑い」と言って身を縮め地毯だを踏みました。その光った時間というのは実際には数秒だと思うんですが、私はもう1分も2分も感じました。次は爆風にあったわけですが、爆風に受ける瞬間、ちょっと体がなんか5、6センチ浮き上がったような感じで飛ばされるんですが、一生懸命飛ばされるまいと思って足をこういう形にするんですが、自分の力ではどうにもならないわけです。とにかく真横に飛ばされるわけですね。それと同時に窓枠とか木の枝とか瓦とか、もういろんなものが私と同じように平行に飛んでいくのが今もはっきりと頭に残っています。飛ばされたのが20メートルか30メートルか、最後はなんか地面をゴロゴロといったその辺まで覚えてるわけです。で飛ばされるのが止まってパッと頭を持ち上げたら、先ほどの大きな建物がメリメリメリといって私の方に向いて倒れかかってくるわけです。上からもなんかいっぱい押してくるわけですね。これでもうダメだというんで完全に気絶したわけです。
30分気絶したのか1時間気絶したのかわからないんですが、気がついたら真っ暗でとても静かでちょっとカビ臭いような匂いだったです。そのうち人声がしだして「声を出せ声を出せ」というふうに聞こえてくるわけですね。ここにおります助けてくださいというのを繰り返すんですが、どうもその声が通じないのか、またその男の人の声がまた遠ざかりでまた来るというのが 2,3 回繰り返し、そのうち気がついたのか頭の上に何か物音がしだしたわけですね。なんかハンマーやらバールでこじ開けるような音がして、そうすると小さな隙間に明かりがパーッと差してきたわけです。これが本当に助かったと思って、なんかこんな真っ暗なところにだんだんと穴が大きく開けて、やっと私の状況が分かってきたんです。と人が入れるぐらいの穴が開いたら2人の男の人が入ってきました。それで私を引っ張るんですが動かないわけですね。そうすると右側に引っ張ったら腰から下が抜けて上に出ることがなったんです。で体がある程度動けるようになったら、これからはお前が一人で逃げろというんで、その2人の男性はこの穴から抜けて出ていきました。でその助けられた穴から私は覗いてみました。そうすると周りは今まであった学校の校舎などが全部潰れているわけですね。このそばに爆弾が落ちたんだなというふうに思っていました。後から分かったんですが、左半分がやけどで左もやけどしてました。で右足も5センチぐらい大きく口を開いて血が噴き出していました。私の左手は大きく膨らんで、こうしてやると水ぶくれになって水が動いているのが見えてるんですが、それいつかは当たって破れて皮膚が全部垂れ下がったんですね。で顔を触ってみると皮膚は垂れ下がってるんですが、どうなってるかわからないので、またそこを通ってるその男の人に「私の顔はどうなってますか?」と聞いたら「やけどしとる」ってパッとこう逃げて、もうそんなのいちいち話したれんというような態度なんですね。学校の本を眺めながら、誰か知った先生がとか誰かいないかなと、誰か知った人がいれば声をかけようと思ってずっと学校の方を見ていました。そうすると学校の門から2人ほど上級生が出てきました。もう見るからに当然上級生というのは当時は服装からして分かるわけですが、座ったままでも軍隊式の敬礼をしたら「おい早く逃げにゃ火が回ってくるぞ」と「いや歩けないんです」と言ったら「よしわしらの肩を持て」と。それで上級生に助けられて2人の上級生の肩を持ってその避難の胸に加わりました。当然火はどんどん迫ってくるのが見えました。横にはたくさんの力尽きた人が流れていました。南へと行ってぐるっと回ってみゆき橋のところまで行きました。みゆき橋のところに発所があったわけですが、そばまで来ると上級生が「わしらは家に帰るけ、お前は一人で逃げろ」と言ってさーっと逃げていったわけです。私はお礼も言う暇もなく、ただ後ろから敬礼をして呆然としていました。で逃げたところがちょうどこんな状態で、私はこの発所のこの
右端の方におりました。でこの三桶橋に行くと、もう本当に力尽きた人、やっとたどり着いたと、仲間に初めて出会えたと、そういったなんか人がたくさんいると、なんかほっとしたような気がして、やっぱりまた避難の群れに加わって、南町の三差路の電車通りから右に曲がってみんなについてきますと、右手に光陵中学があったわけですね。そこでみんな入るからどんどん入っていきました。みんな教室で着いたらみんなバタバタもう倒れかかっているので、私もその群れの中に入ってバタンと倒れて、もうほとんど そこで何ですか、意識がなくなるように眠ってしまったようでした。でまた兵隊が来て担架で運ばれました。どこへ運ぶということは一切言ってくれないわけですね。とにかく黙ってればどんどん運んで行けば、だんだん海の匂いがしだして、船のエンジンの音がしだして、船に乗るんだなと思った。それで目的地のでしょうが、その坂村の横浜国民学校の砂浜に船がさーっと横付けになりました。坂横浜国民学校の教室の中に入れられました。もうその頃はかなり可能してたんですが、ウジ虫がもう這い回ってて、寝ててもポトンポトンとウジ虫が床に落ちるのが分かるような状態だったですね。で8月の15日の朝、おむすびを食べて、いよいよこれで歩けると思って学校の受付に行って、親戚を訪ねて今から行きますと言ったら、そこに坂村の村長さんもおられて、よし、じゃあ罹災証明書を書いてやろうと。ですぐ罹災証明書を書いてくれて、糸先行きの列車に乗りました。もう暮れを乗ってからはもう私の身なりが汚いもんですから、もうホームレスを見るように避けるような状態です。で座敷は空いてたんですが、こう座ってるのがもう苦しいもんで、通路にもう横たわって、そのまま防空頭巾を頭に枕にして横たわっていました。それからかなり列車が遅れて動き出して、尾道に着きまして、尾道の駅から駅前桟橋に行って、それでその親戚の原というところに着きました。本当船から上がって階段を上がって道路に上がってパッと両足を踏ん張ったら、もう船のように揺れないし、これで助かったというふうに、なんか子供心に初めてこれで生きたんだという気持ちにしばらくじっとこうしていました。でその親戚のおばさんっていうのはそれから2、3メートル先の家なんです。こんばんはと何回も手を振ったら、中から「おい誰か来たようで見てこい」という声がして、いとこの嫁さんが出てきて、で私が名前を名乗ったら途端にキャーと言って腰を抜かすように這うようにして部屋に入っていったわけですね。というのは、親戚が集まって私の葬式をどのようにするかという話をやっている最中だったわけですね。で被爆後家族は元気だったんですが、兄が学校に行ったら健康1年生は全員死んだと言ったもんだから、もう死んだというふうに言われたものでは、それを信じておったわけです。
私が頭に白い包帯しているし、まともな姿でないもんですから、幽霊ぐらいに思ったらしいんですね。学校から通知が来て、授業を再開するからと言うんで、もう私も友達に会いたい一心で早く学校に行きたいと言うんで、親に無理に行って、で12月に父親が布団や身の回りを持って吉島のその下宿へ行きました。次の朝、千代町の学校へ私は出かけました。当然倒れた学校の中に行ったら、担任の橋本先生に出会ったわけです。先生は開口一番「お前は生きとったのか」と、こう当時誰でも出会ったら生きとった、死んだという挨拶しかなかったですが、よかったよかったと言って先生は目に涙を浮かべていました。で続く言葉が、みんなは誰も帰ってこなかったと言ったわけですね。でもものすごく私はショックだったですね。でその日の授業が済んですぐに中島新町まで私は行きました。12月ですから寒いんですね。で見渡す限りの焼け野原でものすごく静かで、動くものは市内電車だけなんですね。人影もほとんどなかったです。で県庁跡で作業したというので、そこに立って私は一番仲の良かった伊藤君の名前を大きな声で呼びました。伊藤、伊藤と呼びました。返事はしてくれませんでした。